こんにちは、ロックンクローラーズです。今回はアキシャルの SCX-103 ベースキャンプビルダーズキット、こちらのビルド動画をですね、パート1、パート2とね、2つに分けて紹介していこうと思います。ベースキャンプのビルダーズキット、2023年のね、6月ぐらいに発売されて、僕はその日のうちにポチりました。で、組み立てたのは8月とかそのぐらいですかね。この動画もね、8月ぐらいのものなんですが、ちょっと時間空いちゃったんですが、記憶を頼りにですね、わかることを説明していければと思います。ちょっと雑談形式でやっていこうかな。SCX-102 のビルダーズキットが廃盤になって、これが出たわけですけれども、今後ですね、アキシャルのビルダーズキットといえば、SCX-10 Pro もありますけれども、スタンダードなね、ベースグレードのキットとしてはこれが今後主流になっていくんだと思います。ということで、ビルド1、バッグ A の中ですね、アクスルを作っていくという工程になります。アキシャルの SCX-103 はですね、ポータルアクスルもあるんですけれども、このストレートアクスル、最近の RTR とかだとね、このストレート採用していること多いですよね。ストレートアクスルの完成品のね、セットなんかも売ってたりもしますし、やはり、ストレートアクスルの方が、総合的なね、性能としては、重心の含めてね、いいのかなっていうのもあるんで、きっとそういう流れになってるのかもしれません。で、ビルド自体はですね、SCX-103、僕昔2020年4月ぐらいに組んだことがあるんで、割と同じだなと思いました。当たり前ですよね。基本的なパーツ構成は一緒なんで、トランスミッション以外は。なので、特にですね、目新しいこともなく、当時の記憶を頼りにですね、組み上げていくことはできました。で、アクスルなんですけれども、こんな風にですね、これちょっとオフセットしてるんですよね、センターからね。その辺もやっぱ特徴の一つですよね。エレメントエンデューロとね、やっぱ比べるとですね、面白いです、非常に。コンセプトというか、その設計的なその思想というのがですね、またこう違うなっていう感じですね。どっちがいい悪いじゃなくてですね。アキシャルはやはりですね、アキシャルって感じがします。非常にですね、こう満足度が高くてですね、所有感も満たしてくれる、本当にいいブランドですよね。エレメントももちろんそういうところあるんですけれども、エレメントはもっとなんか実用的な感じですよね。とにかく走りの方に振ってる感じ。アキシャルはやっぱりなんかそれ以上のものを少し感じさせる部分があってですね。プラスチックとかそういうパーツのね、一つ一つの精度も非常に高くてですね、非常によろしいかと思います。アクスルが出来上がったらですね、次はサスペンションですね。エレメントエンデューロのビルダーズキットのビルド動画でも話したんですけれども、エレメントはシャーシをまず全部作っちゃう、骨組みを。そしてミッションとかね、そういうものを作ったらその都度ね、組み込んでいくんですけれども、アキシャルの場合はですね、まずアクスル作って、サスペンション作って、トランスミッション作って、リンク作って、全部できたところで初めてシャーシを組んでみながら一つにまとめていくっていうね。この組み方だとね、なんか最終的にちょっと混乱しやすいんですけれども、その辺はね、メーカーごとの特徴ということで、慣れですね。で、サスペンションの話に戻りますけれども、やっぱりアキシャルの製品、さっきも言いましたけど、そのプラスチックとかこういうなんかパーツ一つ一つのですね、精度がよろしい。特にプラスチックパーツのなんか品質、素材感っていうのかな、デザインもそうですけれども、なんかすごく良くてですね、すごくいいと思います。で、このアキシャルのベースキャンプのバネですね。バネレート、これ全部4つとも一緒なんですよね。10-3ラングラーのキットには、フロントとリアのバネレート違うバネが入ってました。それやっぱりフロントミッションで重いんで、ラングラーとか普通の10-3は。硬くしたんですよね。で、ベースキャンプはセンターミッションなんで、これ全部一緒のバネレートになっています。その辺の違いはあるかな。そしてバッグ C、工程3つ目はですね、トランスミッションの製作になります。ベースキャンプのトランスミッションはさっきも言ったようにですね、
ノーマルの SCX-103 のセンタートランスミッションとは、センターじゃない、フロントのトランスミッションとは全然違う。SCX-102 のトランスミッションに近いタイプのものですね。エレメント、エンデューロとか。そういうものになっています。重心低くっていう意味もあるんでしょうけど、よりシンプルにっていうことですね。で、このベースキャンプのキットには DIG 機構を制御するですね、ギアも付属しています。RTR のベースキャンプにはこの DIG 機構のユニットは別売りなんですけれども、ベースキャンプのキットには入っています、初めから。ただこれ付けないことも可能だったはずです。でも僕は一応付けてみました。でこのね、やっぱギア一つ一つもなんかね、いいんですよね。仕上がりがね。とてもいいと思います。やっぱアキシャル。このプラスチックのケースなんかもこれ、なんかいいですよね。中身はちょっとあれですけれども、外っ面やっぱね、デザインいいですよね。品質が。で、説明書通りに、ここはね、ギア、こうやってね、はめていって、グリスたっぷり塗ってね、蓋して完成なんですけれども、ここ穴が開いてるところね、ここがディグ制御用のね、部分ですね。で、ディグ使うにはマイクロサーボが必要になります。マイクロサーボを使わない場合は、その専用のですね、マウントがあるんで、それでですね、ディグが常にね、オープンにしてある状態にロックして、組み込むこともできます。ディグあればね、楽しいですけれど、なくても全然困らないと思うので、その辺はお好みでって感じですかね。これですね。このレバーでさっきのギアをですね、押し込んだり引っ込めたりして、ギア後輪をロックさせるんですよね。こういうケースをですね、カバーしてですね、ホコリとかの侵入も防いでくれると、非常によくできてますよね。ただこれがあるおかげでですね、かなり大きめなトランスミッションになってしまいます。で、ポイントなんですけれども、このベースキャンプのトランスミッションの下のね、ネジ穴ですね、スキットと固定する部分は、SCX-102 とは共通性がありません。エレメントエンデューロとも共通性がありません。エンデューロと SCX-102 のネジ穴は共通性があるんですけれどもね。なので LCG とかに流用する場合は別のスキットが必要になります。これ今ディグやってるとこですね。ディグロックしてる場合、後ろが回らないっていうね。ちょっとわかりづらいですが、解除するとこうやってね、前後のシャフトがちゃんと回ってるの見えると思います。で、モータープレートをこうやってつけてですね、スパーはこんな感じになっています。これがね、なんかね、ちょっと、穴の大きさがね、ちっちゃくてね、この中入んなかったんですよね。ほんのちょっとですけどね。なので、ちょっと削って入れました。穴の方をね。そう、ここが入らないんですよね。どうやっても切ってあるんですけどね。角度、平らになってる部分合わせても入らないと。これね。もう削るって言っても本当この程度です。なんか多分バリがあるとかそういうことだったのかな。これで入ったね。これでね、結構ね、悩んでました。結構長いこと悩んで、削って入れたんですけれども。そしてスパーギアをですね、装着して、これでですね、ここは完成ですね。で、あとはですね、やっぱディグの部分ですよね。さっきも言ったようにね、マイクロサーボちょっと僕、この時持っていなかったので、キットに付属のね、こういうマウントがあります。ディグのね、レバーが動かないように固定するものですね。これを使いました。ただ、この後、マイクロサーボを手に入れて、ディグ機能も、動くようにしました。そして、モーターをどうするかって話なんですけれども、手持ちのあったね、クイックラン、フュージョン SE ですね。ブラシレスの
ESC と一体型になったね、2-in-1 のこのタイプですね。これをちょっと初採用でね、使ってみようと思います。この中に ESC が入っているっていうね、ものですね。あんまり今までね、手出したことなかったんですけれども、値段も高かったんですけどね、この Fusion SE はですね、これ、モーターと ESC って1万円ぐらいなんですよ。別々で買うよりも多分安い。または同じぐらいで、しかもコンパクトにね、収まるんで、これを使ってみようと思います。ピニオンはね、キットに付属のこちらの 14T のピニオンですね。非常にね、いいピニオンです、これ。そしてモーターを固定して、試運転をね、してみようと思います。アキシャルはね、SGX-103 に関してはね、これ32ピッチなんですよね。こんな感じで。悪くないですね。ブラシレスってことなんでね。そう言われると僕、今までブラシレスをクローラーに積んだことってね、LCG がなくて、非常にこれは楽しみですね。すごい瞬発力ありますね、やっぱね、ブラシレスって。低速走行もね、すごくいいですね、これ。クローラー用のブラシレスなんで、ESC とのね、チューニングもちゃんとされています。ただ重い。441g ありますね。これミッションとモーターだけで。結構重いかな。続いてですね、工程4つ目かな。D ってやつですね。リンクの製作です。このロッドエンドもね、いいですね。で、説明書これ実寸で書かれているので、こうやって合わせてね、長さの間違いがないように作っていきます。で、真ん中にね、これ穴開いてるじゃないですか。これがね、すごくやりやすかった。ロッドエンドね、ねじ込むときにここになんかドライバー差し込んでね、作業できるんで、非常にね、ちょうど微調整がしやすいんですよね。で、ロッドエンドもこれ1とか2とかって書いてあるので、この辺ね、見落とさないようにすれば、作業効率が上がると思います。このロッドエンドの製作って他のキットでもそうですけど、0コンマ1ミリ単位での長さ指定とかってあるじゃないですか。あれ結構めんどくさいというか大変ですよね、出すの、精度を。で、このぐらいで OK だろうってやると、本当にね、どっかでね、帳尻が合わなくなってくるんですよね。なので、その辺はね、毎回結構ね、苦労するところかな。ほら、左右でピボットボール、そのロッドエンドのね、向きがね、違ったりすることもあるんで、その辺でね、ちゃんと合わせるには、このリンクみたいにね、真ん中に穴が開いてるとすごくやりやすいと思います。リンクの長さって、なんかもうちょっとうまくね、ぴったりね、ドンピシャのサイズ出せるような何か仕組みというか、構造ってないもんなんですかね。そんなことは感じました。続いてバッグ E ですね。第5段階になります。プロペラシャフトの製作ですね。この辺はね、すごくシンプルなものなので、サクサクっと進んでいくと思います。ただね、なんだっけ、これ。ネジロック剤か、スレッドロック。これを使うシーンなんかも指定があるんでね、忘れないように塗っておいた方がいいと思います。アキシェルのね、このプロペラシャフトは僕一回ですね、どっか遊んでた時に、帰ったらね、肉になってたっていうことがあって、パーツをわざわざね、探しに行ったことがあるぐらいなんですけれども、結構抜けやすくはないんですけども、中のね、プロペラシャフトの中のシャフトが短いんですよね、ちょっとね。で、抜け落ちちゃう。なんか、角度によってはね、シャフトがこう、非常にこう伸びちゃって、
中の筒が抜けちゃってみたいなことがあるんで、その後のカスタムとしてですね、このシャフトの中にね、スプリングをですね、ちょっと切って入れて、テンションかけるようにしてね、どうやってもね、抜けないようにするっていうカスタムをしたことがあります。今回はちょっとやってないんですけれども、ちょっとその辺心配かな。まあでも、普通の使い方、遊び方してる分には落ちないと思います。こんな感じでシャフトが完成したんで、トランスミッションにね、もう早速こうやってくっつけていきます。で、この状態でね、シャーシ組んでから乗せたりするんで、こうやって抜けちゃうんですよ。なんで、テープでね、抜け落ちないように固定したりとかは、こうやってしておきました。エンデューロの場合はね、これミッション、シャーシにつけた状態で、このプロペラシャフトね、装着していくんで、そんな心配しなくてもよかったんですけれども、これがアキシャルのやり方ですね。ということで、パート1は以上になります。